皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はシリア情勢です。連日のように取り上げていますが、今日もまた非常に多くの出来事が起こっており、おそらくこの後もさらに激動の展開といったものが続くものとみられます。前回の動画においては、中部の要衝ハマが反政府軍によって解放されました。アサド政権軍は多くの兵士たちが戦わずに、そして残った兵士たちはあっという間に蹂躙される形で戦いの勝敗はつき、反政府軍はさらに南へと進んでいます。今回の動画では現在の戦況とともにその戦況の結果としてどのような国際情勢の動きが起こり得るかについての解説を行っていきます。中東情勢についての解説は地上波のニュース報道ではなかなか取り上げてはくれないので、ぜひともこのチャンネルの動画で情報を更新していってください。まずはシリアの地理情報から確認しておきます。まっさらな状態から主要な町とその位置関係について把握してください。現在北部から南部へと向かっている反政府軍の動きはアレッポを奪還、ハマを奪還といった具合にして南へと進んでいます。現在反政府側の勢力はその先端が中部ホムスの町へと達しています。このホムスという町はアサド政権軍にとっては非常に重要な場所となります。というのも隣国レバノンということもあり、自分の国の中での移動を考えるとホムスを反政府側が抑えると地中海に面するタルトゥース、ラタキアといった町へと連絡が取れなくなってしまいます。タルトゥースにはロシア軍、ラタキアにはアサド政権軍にとって主要な支持勢力であるイスラム教の勢力があります。それらと分断されることはアサド政権軍にとっては非常に大きな問題となります。そしてこちらの地図が戦争研究所の発表しているそれぞれの勢力が抑えている地域です。赤で塗られている部分がアサド政権軍が抑えている地域。灰色の部分が今回アレッポ、ハマを落とした HTS。その北側の黄色い部分がトルコ側の支援を受けている反政府勢力。紫の色で塗られている部分がクルド系の人たちです。現在主に解説を行っているのは灰色で示されている HTS の進撃なわけですが、クルド系の人たちやトルコ支援の反政府勢力もアサド政権軍に対する攻撃を行っており、そちらでも前進をしているようです。ただし、これらはアサド政権軍の中枢に迫っているわけではないので、ちょっと解説からは外しています。例えば、シリア東部ではクルド系の人たちが前進しているのを阻んでいたアサド政権軍の部隊が首都方向に向けて撤退している様子などが地域住民のネット投稿などで明らかになっています。全部隊が撤退しているわけではなく、おそらく首都防衛のために兵力をいくらか振り向けているのでしょう。しかしそれによって戦力が減少することにより、今が攻め時という風に見たクルド系の部隊が攻撃を仕掛け前進を果たしているようなのです。そして現在最も注目されているシリア西部における HTS の進撃路の様子。ハマを落とした HTS はその南ホムスへと迫っています。すでにその先端については町の周辺部に到着しており、現在は町の中央部への突入ではなく、町の外縁部を埋める形での包囲体制を取りつつあります。町の北側から入って町の東西部分を抑える形で包囲体制を敷き、アサド政権軍が町を頑強に守ろうと思えば、さらに町の外縁部を南進し、完全に包囲してしまおうというわけです。なお、ハマの町においてはこの方法において、アサド政権軍側が守ることは無理と考えてあっという間に撤退したということがありました。ですので、今回のホムスの町について言っても、十分に守れないと感じた政府軍は、さっさと逃げていくだろうと見られています。そして実際に、ホムスの町からアサド政権軍の部隊が撤退している様子なども伝えられています。こちらは、ハマからホムスへと向かっている HTS の一団の様子。戦車や装甲車の姿はなく、おそらくは第2陣の部隊でしょう。こちらは周辺部にいたロシア軍の攻撃ヘリがダマスカスの方向へと飛んでいる様子。現在ロシア空軍は政権側に立って反政府側に対する攻撃を行っていますが、地上部隊が持ちこたえなければ前線は大きく動くこととなり、現在のところ HTS の勢いを抑えることができていません。左はホムスからダマスカス方向へと戦車の移送が進んでいる様子。残されている部隊もあるようなのですが、戦車を後方に下げたとなれば、兵士たちの士気は大いに下がることでしょう。そして、ホムスの町からは、政権側の人々やもしくは、戦闘が発生した場合、これを避けるために避難する人々が、ダマスカスではなく、地中海側へと逃げる
渋滞が発生しています。それが右側の渋滞情報を伝える地図です。多くの人々が反政府軍はこのまま首都ダマスカスへ向かうだろうと考えていることがわかります。というのも ATS ハヤト・タハリール・アルシャムのリーダーアブ・モハメド・アルジャルニ氏は CNN のインタビューを受けました。彼曰く現在の HTS の目標はアサド政権の打倒にあり、そのために他の反政府勢力とも協力関係を結んでいると話しています。なお、彼自身、そして HTS の前身となっていた組織については、かつてはアルカイダとの関係がありました。しかし、現在ではアルカイダとの関係を断ち切ることによって、現在の組織は全く異なったものになっていると話しています。なぜそのようなことをしたかといえば、アルカイダとの関係を深めることによって、ある程度の組織を維持することはできるわけですが、それでは、多くの人たちの支持を受けることはできないと考え、アルカイダとの関係を断ち、むしろ地元の有力者や周りの勢力との関係改善を進めたというのです。ですから、組織的にはイスラム教徒の人たちが非常に多い集団なわけですが、だからといって ISIS のようなキリスト教徒を弾圧することもないし、他の反政府勢力を根絶やしにしようといった思想もないという話をしています。ただし多くの人の集団ですから、そのような非常に過激思想を持っている人たちも中にいることもあり、問題行動が発生することは認めています。そして、アルカイダとの関係を断ち切って、独自の勢力としての育成を進めていた結果として、戦闘員の軍隊化といったものも進めていたそうです。ウクライナの支援が入っているのではないかといった話については、明確にこれを否定も肯定もしている様子もないのですが、ウクライナの戦場の様子を見て、ドローンによる攻撃部隊の訓練は重ねていたそうです。ドローンは軍隊の用のものではなくても、トルコに行けば普通に民生用の一般商品として販売していますから、それらを購入してシリア国内での訓練といったものはさほど難しいものではなかったようです。そして HTS をはじめとした反政府勢力がアサド政権軍に対して現在圧倒しているわけですが、トルコのエルドアン大統領がこの件についてコメントを出しています。彼曰く、反政府勢力の狙いはもちろんダマスカスだと話しています。反対派の行進は続いており、シリアでこの行進が障害なく続くことを願っていると、反政府側の勢力の動きを否定せず、むしろ支持する声明を出しています。反政府勢力の中には明確にトルコからの支援を受けているところもあるわけですが、一方で支援を受けていない勢力もあるわけで、それらをひっくるめた状態で反政府側の行動を支持するというのが今のトルコの姿勢のようです。こうした状況下にあって、現在のアサド政権軍の考え方としては、ホムスを守れれば良いのだけれど守れなかったらどうするかといったところにすでに考えが及んでいるようで、何としてでもホムスを死守するといった様子ではありません。先に述べたように、いくらかの部隊、特に戦車などをホムスからダマスカスへ向けて逃がしている様子などを見ると、徹底抗戦といったわけではなさそうです。しかし、ラタキアにおいては、アサド政権にとって主要な支持者であるアラウィ派の拠点があります。アラウィ派はイスラム教シーア派の宗教集団で、アサド政権にとっては非常に有力な支持者です。ホムスの町に戦力を集めることはできていないのに、地中海沿いのアサド政権軍はラタキアを中心として守りを固めているという話もあります。また、ホムスの町に対するアサド政権軍の集結が十分ではない中で、隣国レバノンにいるイスラム教武装勢力ヒズボラからの戦闘員が流入しているという話もあります。これはアサド政権を支える一派として、これまではロシア軍についての話を主にしていましたが、一方でイランの勢力もまたアサド政権を支えています。なぜイランがシリアのアサド政権を支えるかといえば、それはイラン、イラク、シリア、レバノンへとこの東西にわたる広大な地域、イランの影響力を及ぼそうとしているからです。特にレバノンにいる武装勢力ヒズボラは海から物を入れて支援するのは難しいものです。地中海ではイスラエル海軍の力が非常に強く、そのような密輸ルートはなかなかうまくいきません。しかし、イランから陸伝いでイラク、シリア、そしてレバノンへと物を運べば、ヒズボラに対する武器やもしくは軍事顧問団の派遣なども容易になります。アサド政権軍がイラン側の政権であることは、イランにとって国益にかなうものです。
ですから、現在シリアで起こっている反政府軍による攻勢は、アサド政権の危機であると同時に、イランにとっても何としてでも支えたい状況なのです。ただし、レバノンにいるヒズボラは、すでにこれまでイスラエル軍に徹底的に叩かれており、かなり戦力は低下しています。なけなしの兵力をヒズボラが出しただけなのかもしれません。これまでの動画では主にウクライナ情勢との絡みで、アサド政権が倒れることは、この中東地域に対するロシアの国益が失われることを意味するといった話をしてきました。それに加えて今回はイランの話も付け加えておきました。現在シリアにおいては、周辺国のトルコ、イラン、ロシア、イスラエル、アメリカ、イギリスなど様々な国が自国の影響力を及ぼそうとしており、非常に複雑回帰な状況となっています。だからこそ、極端に誰々が正義などといったような話をすべきではありません。しかし、最低最悪なアサド政権といった評価、それ自体は別に変わらないので、それよりはマシな人たちの戦いと見た方が、妥当だと私は思っています。インターネット上では、アサド政権が最悪だという話をすると、必ずのように、いやいや、現在の反政府勢力がもっと最悪だといった形で反対意見を出す人もいるのですが、それらの人たちの意見はどうも ISIS とアルカイダを混同している人たちであったり、もしくは ISIS が復活して反政府側勢力であるかのような話をする人もいます。このあたりは完全に間違った話なのでお気をつけください。なお、現在、ホムスの町を十分に守りきれないとなれば、この動画の中で解説したように、アサド政権軍は地中海に対するアクセスを失うことにより、その勢力はかなり影響力が減少します。そして、このような敗退続きといったものは、兵士の士気に大きく影響するものですから、政権崩壊の可能性もこの段階に来てようやく出始めました。従来、アレッポを落としただけでは全体状況を大きく変えるものではなかったのですが、今回ホムスを落とすことができれば、これは大きな情勢変化につながることは避けられないでしょう。実際周辺国の動きとして、イスラエルは自国に何らかの影響が出ないようにするために、緩衝地帯を作るためのシリアへの派兵といったものを匂わせ始めています。トルコはトルコで情勢が安定化すれば、北部地域にトルコ軍を入れるといった話などもちらつかせていますから、このあたりまだまだシリアからは多くのニュースが流れてくるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。